どうも、潜入おいりです。今回の潜入先はこちら、福井県越前市にあります山本内刃物という場所に行ってきました。今日の動画は一応前回の続きと言いますか、前回ね、越前内刃物とは、そして伝統工芸士とはについての動画だったんですけど、その時に実際の伝統工芸士である山本直さん、直々にご案内してくれました。で、今回の動画というのは、その山本直さんの工場ですね。もう貴重な工場を見学することできましたので、今回はそちらの潜入と山本直さんの人生ですね。なぜこの仕事をやってるのか、ここにたどり着くまでの経緯とか、自分がね、目指したいものは何かとか、そのようなお話をたくさんお伺いしてますので、ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。それでは本編へどうぞ。工場ですね。おー、暗い工場ですけど、ちなみにもう山本直さん完全に一人でですか？いや、今義理の弟が、研ぎをしてますね。はい。義理の弟さんか。向こうに研ぎ場があるので、ここは基本的に鍛冶屋のコーナーですね。おお、ここで基本的に鍛造したり、仕上げたり、焼きを入れたりとかいう工程をしてます。で、このタイプ、この暗い感じの工場っていうのが竹船ビレッジ協同組合の方もご覧になったと思うんですけど、あっちは上から全部見えるんですけれど、あっちはもうなんか工場っていう感じだと思うんですけど、もともと鍛冶屋ってこういう暗くて、鍛造する時はこの電気消して鍛造するんで、これぐらいの暗さでするんですよ。なるほど。やっぱこの暗さにする理由っていうのは温度が見やすい。温度をやっぱ目視、その色を目で見るので、あんまり明るいと、温度管理がやっぱ目で見るので、どうしても管理しにくいんでね、でどうしてもやっぱちょっとこういうふうに暗くする。なるほど。他の作業の時はもちろん電気をつけて。うわー、かっこいい。ここら辺の機械も大体もう昭和10年とかのもうおじいちゃんの機械ばっかりなんですね。でもうメーカーももう結構潰れてて、もう修繕ができなかったりする機械も結構あるので、自分でメンテナンスしたり、今ねこういうパーツは多少作ってくれる鉄工所さんがあるので、多少ね修繕は効くので。でもうあんまり古い機械はやっぱりやめた鍛冶屋さんの機械を譲ってもらって、それをやっぱこう部品取りにしたりして、そうですね、大事に使ってますね。本当に壊れた時修理する人いなかったら大変ですもんね。ある程度のパーツはねこっちでも作るんですけど、やっぱりこういう塊の部分とかが壊れた場合、そういうのはなかなかね大変なので。でここから土間って言って土になります。ここから土間、ここは土なんですね。でここが鍛造する場所ですね。で昔の方式で、ナイフビレッジの方はもっと近代的というか、地面からそのまま鍛造場所まですっと行けるんですけれど、これは昔ながらの方で機械を置くのが大変だったので、こう引っ張り出したり、で地面にこう置いて、で人間は中に入るっていうタイプですね。これ本当ですね。クラシックなもの。昔からこのスタイルなんですかね。このタイプと、あとこういう仕上げたりする機械、これももう地面に置いてある。でペダル操作がすごく大変なんですね。座ってやるので。すごくこう体をいがましてやったり、要は一昔前のあれなので、もう機械を体に合わせるっていう、人間が合わせないといけなかったんで、もう慣れてしまいましたけど。あっちの機械はこうカットしたりする機械ですね。シャーリングっていう部分でカットして切るので、プレスみたいに1個でバーンと切らないので、いろんな形ができる。大きかったりちっちゃかったり、パーツで切っていきますから、ハサミみたいに。奥の方は研磨の機械ですね。ここで
いろいろ削ったりするようにっていうので、ちょっと見ていいですか？はい、ありがとうございます。おお、すごい。削ったり磨いたりする、はい、まあ一通りここに集めて、粉塵対策ができるようにというのでもうまとめてある。おお、なるほど。バフ磨きとか。そう。ハンドルを磨いたりする場合があるし、ブレードをちょっと磨いたりっていうのもありますね。ちなみに山本直さんの作業内容、仕事内容的にはどこからどの部分までもう本当に単節から箱入れ、発送までそうなんですか？やります。けどまあそれだとなかなか大変なので、今まあこっちで研ぎ場があるんですけど、同じ山本の義理の兄弟が研ぎ専門で主にやってる、もちろん仕上げ、包丁の仕上げとかもやってもらってますけれど、2人で今回してるっていう感じですね。なるほど。もしかして山健さんとなんかあれですか？山健さんもあれ名字は山本なんですけれど、今ピンときて、山本って日本にいっぱいいるので、それはたまたまですこの義理の兄弟の山本もたまたま同じ山本なんです。すごい、一瞬鳥肌立ったんですよ。そうなんですね。僕はもともとは父親は大阪の方ですし、でサラリーマンの父親なんで全然鍛冶屋とは関係ない。なるほど。まあなぜちょっとこの世界に興味を持ったのかってちょっときっかけ的な部分の話も聞きたいんですけど。ちょっと僕の場合はですね、やっぱりここはね、もともと浅井さんっていう方が、5代続いた、もう滝風越前でもかなり長い鍛冶屋さんだったんですけど、そこで勤めて今度事業を継承して工場も買い取ってっていう形をとって今に至ってはいるんですけど、それまでっていうのはやっぱ僕もちろん大阪で住んでましたし、でものづくりは好きだったんですけれど、じゃあ鍛冶屋っていうふうには最初は思ってなかったんです。ものづくりをして何か生計をなりわいとしていきたいなっていうのは漠然とありましたけど、ただのサラリーマンよりはなんかこう生涯現役のものがいいなとは漠然と思ってたんで、それがねやっぱりこう最初の頃は大学行って、でそこから就職すればいいなとふわっと思ってたんですけど、やっぱり中学の時ですかね、阪神・淡路大震災がありまして、あの時に人って死ぬんやっていうのをやっぱあれでかなりの人が亡くなってるんで、あんなんも見たり、あとバブルがちょうど弾けたんですね、中学卒業かそこいらぐらいの時に。で今度はテレビで見てたら、その働き盛りの35とか40ぐらいの人がもうバンバン首切られてるんですね、銀行は潰れるし、いやとんでもないなと。やっぱり好きなことして生きていきたいなと。いつ首切られるか分からんのやったら大手行ったって銀行が潰れる時代だから、それならいつ切られると思うんなら好きなことしてる方がまだいいなと。でそこから当時ネットもないので、母親とかと一緒に電話でもう各産地をこう連絡したりして、でこうなんかやりたいなとかいうのをいろいろ聞いたりしてたんですけれど、その時に何でも別に鍛冶屋じゃなくてもよかったんですけど、アウトドアするので、やっぱ刃物とかナイフとかにはやっぱりその身近なもんだったんで。でそう当時高校生ぐらいなので、何かものづくり板前さんでもよかったんでしょうけれど、高校生ぐらいなんでね、なんかこのものづくりで食べていけるとなったら何がいいかなと思って、最初家具とか、
そういうのも調べたんですけど、やっぱ当時の家具の世界、今でもそうなんかもしれないですけど、学校出ても、じゃあいきなり独立してやってくださいとか、就職斡旋がなかったりとか、でそれではちょっと辛いなと。いきなりプロで食ってきなさいって言われても、なかなかできないので、その高校生の浅い考えなんですけど、刃物包丁とかなら、人間が生きていく限り料理はするでしょうし、最近ハサミでこうやって切る人も多いんでね包丁使わない方もいますけど、包丁とかなら使うんじゃないかなと。で刃物やったらお家を建てたりするのも刃物だし、刃物なら食いっぱぐれんかなっていう発想でそのいろいろ電話しまくって、でもちろん大阪なんで大阪の刃物のとこからいろいろ聞いて、新潟も連絡したりとか、兵庫の方もありますし、各産地をもう電話しかないので電話しまくって、その当時のその会長さんとかにどんなその雇ってもらえないんですかみたいな話をした時に、当時はやっぱその職人さん若い人欲しいんだけれど、ものになるまでやっぱ何年もかかるんですね。1年2年じゃなくても5年とか下手したら10年とか、そこまでこう育てる間のそのお金がないと。で今補助金あるんで全然いいんですけれど、そういう当時はなかったので、欲しいんだけどできないっていうのから、たまたまここの越前で聞いた時にやっていいよっていうここの親方浅井さんが、どうせ来んだろうなと思って言ったら、まさか来たからびっくりしたって言って、そこからスタートですね。すごい出会い本当にありがたいことに、ちなみにそれが今何年前というか、それもうそれがもう今だともう20年ぐらい前になりますね。そうなんですか。高校卒業してすぐにこっちに来て、そう履歴書を持ってここに来たんですけれど、夏休みかなんかの時に、でその時こうね見せてもらって、でもうこっちはもう住み込みもありやろうと思って来てたんですけど、いやいやそんなことせんよ普通にマンションに住んでねって。住み込みじゃないんや、よかったって思ったぐらいなんで。そうなんですね。給料ももうほとんどもうなしなんかなと思ったら、いやいやそんなことはないよ、ちゃんと一応給料払うよっていうことで。確かに昔の人がなんかデッチ棒とか、そういうイメージがね、よかったですね。一人暮らしできるんだとなるほど、ありがとうございます。あとちょっと大きく分けて2つほど質問したいんですけど、山本直さんが作る包丁の強みというか、ちょっと他にはないだろうなみたいな、自分が得意としてるものってありますか？ですね、今ちょっとまたものを出すんですけれど、型もねあそこにいっぱいありますけれど、これは一部なんですけど、基本的には僕の場合は個人でその注文してやる場合もありますけれど、基本的にはその刃物屋さんとかショップの方が僕のこのオリジナルブランドが欲しいっていうのなら、それにアジャストして作ることもしますし、山本越前山本作、僕自身のブランドで出すやつっていうのもありますし、でその中でもうどんなのでも、そのここでできる範囲であれば、僕の腕でできる範囲であれば、どんな形でもオーダーには応えていきますっていうのをやっぱりポリシーとして、してますね。もちろん包丁は切れて当たり前なので、もうそこは譲られはせんですけれど、それにさらに、どんなのでも、でやっぱりその各ねやっぱりお店に置いてるところでも、自分のブランドで出したいっていう方もいるんですね。やっぱりそのオリジナル商品が欲しいとか、やっぱ他と差別化を図りたいっていう、でそういう時にじゃあこれはどうですかとか、こんな変な形ですけどうちのオリジナル商品で出したいんですって言ったら、それは僕ができそうなら、もうどうぞいくらでも作りますっていう。
なるほど。でオリジナルブランドしか自社のオリジナルブランドしか、出さないよっていうメーカーももちろんありますけれど、その製造メーカーとしてそうじゃなくて、僕は別のブランドが来ても、これでそのあるショップの方とか、お店の方がこれが欲しい、自分のオリジナルブランドとしてこれが欲しい、越前山本ではないけれどっていうのであったら、別にそれはそれで全然問題ないので、そういうふうに幅広く、なるほど。なんで包丁じゃなくてもナタでもいいですし、なかなかちょっとね今忙しくていろいろ作れてはないんですけれど、ナイフでもいいですし、そうなんです。ナイフいろいろ。一番この仕事をしててのやりがいとか一番嬉しいことってどういったことがあります？そうですね、やっぱりものを作ってて、研ぎ直しとかメンテナンスがたまに来るんです。あんまり来ないんですけれど、でたまに来た時にその昔作ったやつとかでしっかり使い込まれてて、絵が割れてしまったとか、そういうので交換に来たり、大きく欠けてしまったとかね、そういう時に直しに大体来るんですけど、ご自身で研いで結構ちっちゃくなってたりとか、でそういうのを見るとねすごくね嬉しいんですね。やっぱ大事に使ってもらってるんだなと嬉しいですね。それはやっぱりなかなか直接顔が見えない場合が多いんで、そういうのをやっぱり大事にしてますね。もちろんナイフショーとかにも行って、最終顧客の人と個別でお話ししたりもしますけれど、やっぱエンドユーザーと話をして、新たなこんなん作ろうかなとかいうのもありますし、今後の展開というか、これから何年後かこういうことを計画立てるとかあるんですか？今後の展開。今はやっぱりちょっと必死で回すのが、もうバックオーダーがすごくて、なかなか今はもう皆さんにご迷惑かけてるんですけど、僕としてはもっとラインナップを増やしたいなと。で今はね、こういう両刃の包丁しか、主にやってないんですけれど、片刃の手羽包丁とか柳刃包丁とかで、もっとでっかいのからでもう鎌とかもやっていきたいなと思ってたり、だからそこに頼めば何でもできるっていう鍛冶屋にゆくゆくなっていきたいなと。なるほど、ありがとうございました。でちょっとそうですね、ちょっと包丁の方を、包丁とかでしたら、てか本当箱詰めまでって聞いた時結構びっくりしました。いやもう全部ですよ。もうそうか、僕ちょっと堺の方で慣れてたので、分業制で一そうですね。越前ももともと分業が多いんですけれど、やっぱりここは綺麗。おお。かっこいいね。この辺は包丁とかなんですけど、もちろんねこういうベタな菜切りとか菜切り包丁もありますし。うわすごい。こういうナタとかもね。これなんか一体形成のもう絶対壊れない半蔵感あふれる。ちょっと手に取ってみていいですか？どうぞどうぞ。ありがとうございます。うわすごいな。こういうナイフとかも。これも一体形成ですね。単蔵感がこういう系になってこういうナタ。おおかっこいい。ありがとうございます。いやー。こういうちょっとカスタム用のこういう剣ナタっていうのは用途としてはどういった使い？大体ねこのサイズだと鉄砲撃ちの方がイノシシをこの辺は
山で熊とかイノシシとかやる方もいますし、山菜採りの方がちょっと使ったりする方もいますし、なるほど。キャンプで使うと頭がとんがってるので、危ないっていうのと、キャンプ場は最近長さ制限が結構されてて、もうちょっとちっちゃいやつっていうのもありますね。聞いたことあります。バトニングっていうナイフ1本だけでお料理からで木を割ったりとか、でそういうのも結構ソロキャンプって言って、そういうのも結構ブームなので、こういうナタ系も需要ありますね。すごいな。そう気になったのが、前僕が見た出刃包丁とかもそうですけど、この部分の使い方っていうのは、そうですね、切りかけていう部位の、そうですね、ここは顎の部分のとこですね。でこれね、これがない場合、こういうふうになってるとやっぱりどうしてもここの幅が狭いので、指が当たるんですね、ここにね。だからここで切れちゃうんですよ、スパッと。これ幅があるんでいいんですけど、これがもしここから刃がついてると、ここで手を切りやすいんですね。ここでここでズバッと。でここがガードをしてるんですけど、これガードがないやつ、要はここから立ち上がってくる、要はカスタムナイフとかよくここから立ち上がってくるんですけれど、なんか3分で1本、ここよくある、ここから立ち上がって刃がついてるタイプだと、ここがこんだけ、要は5、6ミリ刃がついてないとこが出るんですね。でこれを無理に刃をつけると、ここのコバって言って、この一段キラッと光ったとこがあると思うんですけど、ここが広くなるんですね。でこれを広くしないってなったら、すごくここだけ鈍角に刃がつく。立ち上がりがどうしてもやっぱ数ミリはこんだけ、ギリギリからなかなか立ち上がりにくくなるんで、でこの切れない部分っていうのが僕すごく嫌で、でこれだとここからもういきなり刃が立つんですね。ここからね、ここからスパッと、でここギリギリまで刃がちゃんとつく。でこういうふうに飛び出てたら、やっぱここで危ない、こう持った時にここで手を切る、ここでこうズバッと切っちゃうでしょ。だからここはやっぱりいきなり刃をつけるわけにはいかないし、でさっきみたいについていないっていうのも気に入らないので、あとメンテナンスがやっぱしにくいんですね。ここってトゲって言ったって素人の方はなかなか研がれないし、ここをもしこの切り刃っていうんですけど、ここの段がしのぎって言って、しのぎを削るっていう部分、ここなんですけれど、ここを基準にもし研ぐにしても、ここがやっぱりなかなかうまくいかないと思うんですね。ここで段ができてるので、砥石を使う時も砥石の角が丸くなっちゃったり、なかなかこの立ち上がりが難しいので、でこれならもう砥石、四角い砥石がもしこうあったら、ここから研げるんで、きっちり刃がつく、ここからずーっと、で使いやすいようにっていうので、メンテナンスしやすいっていうので、こういうふうに立ち上げる、切りかけをつけたりしてやってるんですね。うわ、そんな深いことがあるとは僕知らなかった想像つかなかった。どうしても自分で使うものなので、コレクションするっていうよりは、やっぱり使って研いで、どんどん使ってってっていう時に、やっぱ使いやすいように、研ぎやすいようにって、自分自身がやっぱりそっちの方がいいなっていうのもあって、切りかけをちょっと深くしたりしてるんですね。これ浅いのもあるんですけど、浅くなるともう本当にちょっとしかないやつもあるんですね。でそれだとそれ以降はやっぱ同じように立ち上げないといけないので、ここから、それがやっぱり大変、うまくいかないんですよ。ガタガタになっちゃったりするんで、やっぱメンテナンスしやすいようにっていうのでで、ちょっとこれについて質問なんですけど、このちょぼちょぼのことをなんて言いましたっけ、この部位の。ここはね、これはトビとか、飛びなた、石突きとも言いますし。なるほど。この役割
のことをお聞きしたいんですけど、これがあることによってで、ね、これがない、まあ、もしこういうやつだと、もしこうまあナタなので、木をこうねやったりした時に、下に地面があったりしたら、石があったらそこでこうオーバーすると欠けるんですよね、石に当たれば欠けるので、で手前でやめればいいんですけど、必ずしもそうじゃない場合もあるじゃないですか、その時これがあるとこう刃はかけないんですよ。ここにドンと当たるんで、石に当たる方が。で、あと先がとんがってないのでやっぱ危なくない？刃にいきなりいかないっていうのが、その代わりこの刃幅がすごく出ちゃうので、鞘がちょっと大変なんですね。大きくなっちゃったり、顔みたいなやつに入れないとダメだったり、あとまあこの部分でこう木なる木をコンとして、でこのまま持ってったりとかで、飛びナタって言って名前の通りあれ飛びの人が使ったりする場合もあるんですけど、その山仕事とかで、こうある程度まとめるのに、もう紐じゃなくてワイヤーを使うんですけど、この先のとこが一段カッコンとなってるのはそこでこうワイヤーを縛ったりする時にあそこがちょうど使いやすくて。でも最近山仕事の方もナタは使わないんですよ。ちっちゃいチェーンソーがあるんで、ビヨンっていっちゃいますから。であと重機でもう木をダダダダと枝取っちゃうやつもありますから、なかなかもうナタを使うっていうのはね少なくなってはいますから。でもまあキャンプでやっぱこういう剣型はやっぱ非常に危険だっていうので、持ってこないでくださいっていうキャンプ場も多いので、やっぱ一般の他の方がやっぱりこう刺さるイメージがあるのでね、やっぱりね。でこういう飛びがついてたらやっぱ、刃はかけないし、こういうふうにキャンプでねちょっと薪をこうやったりするにもいいっていうんで、こういうのも用意してます。あともう一個ナタについて、この裏見た時にちょっと思ったんですけど、この溝も役割何かあったりするんですか？これはね火っていうんですね。火で刀でもこう溝が掘ってるやつあるでしょ。ね、あれって要は軽量化なんですよ。強度的には若干落ちるんですけれど、まあナタに関してはもう厚みもありますから、そうそう曲がったりはしにくいんですけれど、これやっぱねここにこう入ってることによって同じ厚みで軽くしながらも、曲がりにくかったり、こう変形しないようにこう要は H 鋼って知ってるかな？H 鋼こう要は構造物全部にこういう H 型のこういうねへこんでるでしょ、へこんで飛び出てっていう、あれも同じような原理なんですけれど、あれにすると軽い材料で強度が上がるんですね。あのまま丸ごと鉄の塊だともちろん強度はありますけど、重たすぎるんですね。で鉄の量も多いし加工も大変。だけどあんだけのもの鉄板薄っぺらい鉄板3枚ひっついてるだけなんですけど、それによって結構な強度が出ちゃう。段ボール立てて潰すと潰れにくいのと同じ、あれもトラス構造とかああいうの似たようなもんなんですけど、発想的にはそうなんですよ。だからある程度軽くして、で曲がりにくかったり強度を上げるっていうのでこの火を入れたりするんですね。鎌もそうなんですけれど。そうなんですね。で刀も江戸時代の頃はもうチャンバラしないんでね、でもう持っとるのもあれ重たいんですよ。3キロぐらいあるんで、あれね皆さん役人さんもみんな持ってるんですね。あれ要はペン代わりというかもう常に持ってないといけないもんだったんで、重たいじゃないですか、チャンバラしないのに、一生チャンバラしないのにだからやっぱ軽くしたいっていうんで火が入ってる。でも強度は最低限落としたくない、っていうのでああいうふうに溝が入ってるんですよ。だから戦国時代の刀とかはあれ火が入ってないんですね。それはやっぱそんだけちょっとやっぱ弱くなるんで、やっぱこう本気でチャンバラする時は命が関わってるんで、やっぱ途中で壊れたら困るっていうんであれ火が入ってないのが多いんですよ。なるほど。へえ。ありがとうございます。これ丸ごとにするともっと重くなるんですよ、頭がトップヘビーになりすぎて、今度じゃあ持って行ったりうろうろしたりすると大変っていう。で持ち手はねこういう
こういう木で作っちゃうとはい、壊れるんですね。はい。こう鋲がこう打ってあるんで、ん1本とか2本とか。はい。だから鋲を支点にここと首とこの鋲でだいたい鋲のところからこう木が割れるんですね。でやっぱナタってヘビに使うんで、どうしてもその柄の方にもろに来るので硬い木ですけれどやっぱり割れやすい。で割れやすいんでやっぱ割れたらもう一般の人交換できないんですよ。僕らはできますけれどそんな持っていくの大変ですしね。やっぱもう絶対壊れないっていうので、まあ鍛造館が残してって言ってこういうふうにね、はあ。袋にしてるのもありますね。すごい。いや、ありがとうございます。ちょっと変わったのが欲しいっていう人もいっぱいいますんで、はい、これはどこにでも、アマゾンでも手に入るかもしれないから、こういうスタンダードなやつは。はい。いや、この絵も面白いですね。いや、すごいな。ありがとうございます。あ、そう。まあちょっと日本刀の話なんですけど、僕がなんか席の方でちょっと聞いたのが、その火の、まあ、役割が血流しみたいな役割もあるよってこと聞いたんですけど、諸説あるんですけど、僕は血を流すっていうよりはやっぱり軽さだと思いますね。で大体どこの、まあ、僕の今まで調べた限りではなんで、必ずじゃないですし間違いもあると思うんであれなんですけど、僕の個人的な意見なんでね、その刀のあれに関しては、やっぱ火はやっぱ軽量化、最低限の強度を持たした状態で軽量化をするためで、皆さんまあ美術館で見るやつは結構火が入ってると思うんですね。彫り物がしてあったりとか、でそういうのは後々ついてるんですね。後から火を入れたりもできますから、で彫金してこう龍を入れたりとかいうのもあるんですけど、実際はやっぱりあれない方があんだけのやっぱ金属が残ってるっていうのはやっぱ強度的にも上がるので、であれはやっぱ僕は軽量化かな。なるほど、ありがとうございます。いや、すごくためになります。はい。ですね。まあ山本直さんのまあ看板商品みたいなのってあるんですか？まあうちと言ったらこれみたいな。そうですね。今でしたらもうこれやっぱ海外で一番人気あるのがこっちの包丁ですね。和式なタイプ。でもちろん洋包丁。まあこれはまあちょっと高いやつなんですけど、日本国内ではこういうザ・三徳包丁っていうこういうのが多いんですけど、海外はやっぱり日本な感じ、和な感じがすごく人気なので、こういう包丁が多いですね。和式のタイプが。なるほど。まあ和式が人気に求める人が多い海外の。やっぱり僕らもそうじゃないですか。海外のそのお洋服であったり、その暮らし方であったり、ね、畳じゃないでしょ。椅子に座ってとかね、カフェの感じとか車とか何でもそうじゃない。家の街並み瓦葺きじゃないでしょね。イメージがあるじゃないですか。だから外国の人も同じなんですよ。もう芸者侍って言ってるかもしれないですけど、まあそれでもやっぱりじゃあ洋包丁がじゃあ本当に向こうではスタンダードなんで、じゃあやっぱ和包丁の方がいいっていうのが、僕らが海外のイメージ、向こうの人が思う日本のイメージとやっぱアジャストするようにしないと、なんでまあ今もう和包丁の方、和式のタイプですね。こういうね、両刃包丁ですけどこういうね、こういうタイプがもうすぐにですね。海外ではもうこっちはもう見慣れてるんで、こういう工場もねあんまりもうなくなってきたんですよ、もう最近は。でこれなんかは向こうの奥の機械、3つと3つの機械はここの1個のモーターで動いてるんですね。これ今もこう動かしてみますけど、こうやって上に動いてるんです。でもうここに3台こういう叩く機械とその3本の機械があるんですけど、本来ならこの1個のモーターもう1個のモーターで
この4つの機械全部動いてるんですね。で昔はこんな作りだったんですよ。はい、でもうモーター2個だけでもう全部の機械が動いてと。でも最近はもうやっぱ少なくなっちゃったんですね、こういう作りのところも。なるほど。でうちはこういうね門目でまだ仕事してるんですよ。これ門目ばかりって言って、これ昔のはかりなんですけど、でもっと昔はああいう天秤で天秤ばかりで測ってたんですけど、要は1グラムじゃないですね、1キロとか。尺貫法って言って、長さも1寸2寸何寸何間って、寸で測るんですね。で重さも1貫2貫門目とかなんで、それで材料もカットしたり、長さも包丁でも6寸とかね、そのサイズのことを言うことあるでしょ、何寸って。でそれまだ残ってるんですね。120ミリじゃなくて、何寸っていうのが、でそれまではこのグラムのやつに門目換算して測ってたんですけど、変化するのが面倒くさかったんで、で骨董品屋でまともなやつをゲットしてやっとちゃんと使えるやつがそうだから門目で測るんでね、僕らは。であっちはちょっと重たい方の門目ばかりですね。あれはナタ屋さんとか出番をやったりする、もうちょっと重い用の。なるほど。だから何問目で何寸の包丁とかので材料だいたいカットしたりするので、グラムじゃなくて門目で今でもやってますね。だからピンとこんのっすね。何グラムとか言われても何問目って言ったらそれぐらいねって名残が残ってるんですね。名残がまだ。なるほど。あるんですけど、よくこの仕事ならではのある怪我とか、ここにあるやつもそうなんですけど、やっぱりちゃんと刃がついてると、こうテンと当たっただけでザッと結構深く切れちゃうんですね。なんでこの包装したりとか、こう箱入れの時にこうパッと当たったりすると特にね。あと鍛冶屋なんでやけども結構ありますね。そうなんですね。で親方とかに言われたのはもうやけどとこう商品でちょっと切ってしまったりとかっていうのはもう基本的には自分持ちやぞと。今のね労働基準法にはちょっとかなりやばいんですけど昔はそういうねあれで言われてましたけどね。実際怪我した時は病院行ってちゃんとしてもらってはいましたからあれですけれど、ちっちゃいやけどとかはもうやっぱり日常的なんで、火の粉がちょっとついたりとかね、それはもうなるほど、数えきれんほどただ鍛冶屋さんだとやっぱり季節によって、特に夏だとなんか仕事がはかどらないとかそういったことあるんですか？暑いんですよ夏は。で鍛造が大変なんですね。日の前が一回もうどんだけ暑いんかなと思って温度計を測ってみたら大体日の前で50度ぐらいあるんですね、ずっと。こことこっちにこうぶら下げて仕事してたんですけど、見るたびに50のままなんで、で汗が乾くんですね、もうすぐ。汗にならずに、で潮が吹くというか、T シャツがもう真っ白けけになってくるんで、でもうバンバン水とか潮雨とかやらないと熱中症になっちゃうので、夏場の鍛造がやっぱきついですね。実際に生産量もちょっとやっぱり減ったりします？いやもちろんじゃあちょっと朝の早いうちに来てちょっと涼しいうちに鍛造するとか、そういうふうにしてこうやらないと、じゃあ夏場の間ずっと鍛造しないってなったらなかなかそういうふうに段取りも組めないので、なかなか、その時だけちょっとねスリムなるんですけどまた超えちゃうんですよもっと昔は細かったんやけどねそうなんですねありがとうございます。
山本内刃物さんのうんロゴマークというか、包丁で組み立てたような、あれの発想っていうか、どういった考えがあって、なんかあれね、いや最初あそこに、はい、まあ、看板があったんですよ、ここの親方の。はい、でまあそれはまあ本当にもうベタなスタンダードな、製作所みたいなやつだったんですけれど、はい、まあもう自分の工場なんで看板も外して、でまあ自分の工場のやつを作る時にまあやっぱりちょっとベタなやつよりはもうちょっとこう個性的なやつがいいなと思って、いろいろね、まあ、鉄板切り抜いたりとか、もういいんかなとか思ったんですけど、まあふとこういうね、こういう道具であったりとか、まあ、包丁を作ってる製品とかで、名前ロゴを作ったら面白いんじゃないかなと思って、でそうであれなら自分の自社のやつで全部自分で作れてしまうんで、業者に出さなくてもいいし、まあやっぱ開業当時お金もそんなにないので、で面白いし、いいなと思って、で自分でこう作って、いろんな包丁並べて、この格好の方が山っぽいなとかこれをここに入れるかとかそうその辺で並べて神経衰弱しながら、上からこう見てもうちょっとこっちからで、あれもなんかヨーロッパとか、外国の、まあ、ドイツでもそうなんですけど、鍛冶屋さんなら靴屋さんなら靴で看板作るとか、なんかそういうのが結構見てたんで、じゃあやっぱ包丁とかこういう道具で、もうあれ見たら鍛冶屋さん感は分かるじゃないですか。そうですね。だからそういうの面白いなと思って、そういうのからも来てますね。なるほど、ありがとうございます。ちょっとプライベートな話なんですけど、なんか休日の日してることとか、まあ趣味というか、なんかそういったのってあります？そうですね、僕はまあもともと釣りすごく好きで、大阪にいた時も福井にも、釣り来てたので、まあ特にね、まあ、皆さん福井の方はよく言われてるのがやっぱり鉛色の空で、あんまりこう明るい日があんまりなくて、なんでいいのみたいなね、ここに来てって言うんですけど、僕はまあ釣りをするので、釣り人目線からすると、お天気もうカンカン照りのお天気って釣れないんですよ。お魚釣れないんですね、意外と。で曇りの日がね一番いいんですよ、なんで僕は曇りの日が天気いいなって思うんですね。他の方はお布団を干せなかったり晴れてる日がいいって思うんですけど、釣り人目線からすると曇り今日最高って思うんですね。だからすごくいいんですよ、福井は、釣りするにはね。ありがとうございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。ここまで見てくださりありがとうございます。で、今回たくさん工場を見学、そしてお話をお伺いしたんですけど、やっぱりなおさんが実際に鍛造してるとことか、包丁を作ってるとこを見たいじゃないですか。なのでまたそういった作業風景っていうのはね、また別の機会でお伺いしようと思います。でですね、1点ここでお知らせがあるんですけど、来年2023年の1月1日0時からですね、つまり除夜の鐘ですね、その年が切り替わるタイミングに初打ちというイベントが行われます。そのイベントは竹生ナイフビレッジで行われるんですけど、これ毎年行われてるんですよ。実際にこれ今年のお写真なんですけど、これね黒崎優さん、伝統工芸士である黒崎優さんが担当されて、これね毎年担当がその伝統工芸士でローテーションしてるんですね。で次の2023年元旦0時の初打ちを担当する人が山本直さんということで、もしね行ける方いましたらぜひ行ってみてはいかがでしょうか。フォトコンテストっていうのもやってて、この間葉隠れの村上さんの取材の動画を出したと思うんですけど、その村上さんもそのフォトコンテストに参加してて、でまさかのねその最優秀賞を取ったっていう話も出たかと思うんですけど、そういったフォトコンテストですね、入賞したらその実際に竹生ナイフビレッジにもうその1年間ずっと飾られるみたいなので、興味ある方は挑戦してみてはいかがでしょうか。ではですね、今回の動画終わろうと思うんですけど、なおさんのお話を聞いてすごくね心に残った言葉っていうのが、やっぱりやりたいことをやりたい、そのバブル崩壊の時があって銀行でも
潰れるわ、もう首はバンバン切られるわって話あったじゃないですか。だからいつ誰がね、どのタイミングで首を切られるかわからない、いつ大きな地震が来て死ぬかもわからないっていう中で、やっぱり好きな仕事をしたいっていうね、あの言葉がねすごく胸にきました。でもやっぱり好きなことだけをしてねご飯を食べていけるかってね、人それぞれじゃないですか。好きなことと周りから求められてること、需要があることじゃないと、やっぱりそれをお金に変えるっていうのは難しいですよね。自分の好きなことをどう仕事に、どうお金に変えていくかってことはね、常に考えながら生きていこうって思いますよね。はい、ということで山本直さん、本当に貴重なお時間、貴重なお話ありがとうございました。またすぐねお伺いすると思いますので、その時はよろしくお願いします。それでは今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまだまだ潜入企画続きますので、今後の動画も楽しみにお待ちください。そしていつも温かいコメントくれる方、本当にありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。